はじめまして、立ち止まって考える京都大学オンライン公開講義、本日のテーマはコロナが生み出した映像から考える。私講義を担当させていただきます三代和田マルシアーノと申します。京都大学文学部で映画メディア研究をしておりましてですね、通常は大学院でコースを教えています。今日はコロナ禍における映像に特化した形でですね、皆さんといろいろ考えていくというふうな形で講義ができればと考えています。それではまず講義概要の説明をさせてください。コロナ禍に生まれた新しい映像から一体何が読み取れるのか、これが大きなテーマとなる質問なんですけども、今回の講義ではオンライン配信されたいくつかの映像に注目しながら、そのコロナ禍の状況でですね、我々は自己に向き合わざるを得なくなり、また日常の価値観の見直しが迫られました。そして何よりも我々のモビリティ、可動性が失われてしまい、我々がそういった中でですね、我々が作り出した映像の力について本日の講義に参加してくださっている皆さんと共に考えたいと思っています。で、このオンライン講義同時発信なので、皆様からのその質問とかコメントっていうのをいただくというふうなことをスタッフの方から聞いてるんですけども、2つ質問を皆さんに一緒に考えていってですね、途中でそれに引っかかってくるようなコメントとか質問をいただければと思ってます。まず一つの質問は、我々は今どんな新しい映画あるいは映像を求めているのかという質問です。で、もう一つはコロナ期、そしてその収束後、映画あるいは映像はどのように変わっていくと思われますか？この2つの質問を考えるということで、私の講義を聞いていただければと思います。それではですね、まず2020年初頭から日本で起こりましたコロナ禍。このコロナ禍に映像文化に何が起こったかということを一応皆さんと認識の共有をさせていただきたいと思います。コロナが始まるとともにマスメディアに起こる映像文化が機能不全に陥りました。例えばどういうことがあったかというと、ゲストをスタジオに迎えるテレビ番組は制作が不能になる。で、我々結果として起こったのはその再放送であるとか、昔の番組のリエディットされたものを見るってことが多くなったわけですよね。で、同時にスポーツイベントが中止されるに伴ってテレビでスポーツを観戦することができない。で、オリンピックがまさにそれの一つの大きな例となりました。ニュース番組のニーズが非常に高まりました。私なんかもそうなんですけども、夜になると日々羅漢者数をですねチェックするために7時になるとニュースを見るというような生活をするわけですけれども、同時にですねアナウンサーは互いにソーシャルディスタンスを取りながら画像に登場してくる。ということは逆に言えば、テレビの画面で見られる日常の美学、構成、そういうものが変わってきているという現実もあるわけですね。で、もっとプラクティカルなことで言えば、映画館も劇場もコンサート会場も閉鎖になりました。つまり世界の娯楽産業が全て停止してしまったという状態です。その中で3密を避けるために映画の制作は全くされなくなってしまいました。例えばですね、お正月あるいは夏休みになるとハリウッドからすごくビッグバジェットの映画が来るというのが当然のように我々は受け取っていますけれども、ハリウッドでさえも映画の制作ができていません。つまり映画館には空っぽ状態、ソフトがない状態で、そこで我々に残されたのはアクセスのできるネットだけで、最終的にですね、我々は
常に家の中でコンピューターに向かっているというふうな、そういう生活が生まれているというふうな、こういう現状ですよね。今日はですね、まず皆さんにコロナ禍の映画映像で、私が恣意的ではあるんですけれども選んだ6つの作品をご紹介しようと思っています。でここで一応言っておきたいんですけども、この講義はコロナ禍のその映画史を網羅するというふうな目的のものではないので、皆さんがご覧になっていて、いやこの6作以外のもっと面白いのあるよとか、これがもっとそのコロナを象徴的に表している作品なんじゃないかと、もちろんそういうのがたくさんあると思います。ただその限られた数の中で今回私がピックアップした、恣意的にピックアップした作品の話をさせていただくということをまずお伝えしておきたいと思います。あともう一つはコピーライトの問題でですね、いくら短い短編でもその YouTube あるいは他のオンラインのからですねダウンロードしたものを全て見せるのは非常に難しいと思います。でそこで部分的なことを見せる、あるいはそのスライドの文を作ってそこから見せる、あるいは消音にするというような形に見せますから、完全な形で短編といえども見せることができないということをご了承ください。で最初の作品は中国からの作品です。ジャジャン・クーという中国の第6世代の監督と言われています。非常に力のある監督なんですけども、彼も実際コロナ期に映画が作れないと。でこの来訪ビジットという作品を家庭で作っています。それも非常に簡易な機材で作っていると思われます。ただ音響とかはさすがに映画監督なのでものすごく繊細な音作りをしているんですけれども、3分58秒の短編映画です。でこの作品は今年4月23日に YouTube にアップロードされました。でもう一つ、これはスポンサーがついていて、テサロニキフィルムフェスティバル、これはギリシャのフィルムフェスティバルなんですけども、そこがスポンサーという形でバックアップをしている作品です。それではまずこの来訪の作品をこれから見せようと思いますけれども、全体を見せられないので、まず簡単にどういうふうな話かということを口頭でご説明させていただきます。映画監督彼自身の家にですね、それがアシスタントディレクターなのかアートディレクターなのか分かりませんけれども来訪をしてくるんですね。でそこからこの短編は始まっていくんですが、コロナ期で接触もできないで、会話もマスクをしている、そういうふうな中で戦々恐々お互いがおどおどしながら疑心暗鬼の中でミーティングが始まるんですけれども、ある時にふと立ち止まって考える瞬間というのが映像の中に差し込まれていて、で最後に2人が死者用にですね映す、それもビフォーコロナの映像っていうのが我々に見えるんですけれども、そこの流れ、一連の流れを見せながらコロナ禍にいる人々、オーディエンスに共感を沸かすというような、そういう形の映像になっています。それではまず最初のところのですね数分間を見ていただくことにします。彼が監督自身ですね。ジャージャン・ガーですね。これがこの来訪の最初のショーなんですけども、部分なんですけども、この後は静止がいくつか英語、この後私がインターポテーションしていくんですけども、そのところで重要な静止画をいくつかお見せします。
で、これは、ジャジャンカーの家の、アシスタントの方がですね、ピュレル、除菌剤ですか、それを、お客さんにまず持ってくるという、ショットです。次は、二人で、監督と、この、アートディレクターというふうに言いますけども、彼がその iPad を触りながら、お互いのこう意思疎通をしてた時に、ふっと気がついて、これからちょっとトイレに行ってくるということを、そのお客さんが言っている、ショットですね。で、これは、洗面所で手を、洗っていると。で、ここすごい細かいエディティングしてるんですけども、その後、鏡のショットを見せます。で、この来客が、ふっと角度を変えて、彼の左側にある、イメージを見るんですね。それが、これになります。で、これは動画で見せるので、しばらく見てください。動画切れてますね。で、そういうことで、一応イメージが変わってですね、ここでシークエンスが変わりまして、二人ともその試写室に入っていきます。で、色がまた変わるんですけども、ここでですね、今ちょっと静止画では見えにくいんですけども、ジャジャンカが、まず最初にゲストの人がお茶を飲む。で、ジャジャンカも同じようにアシスタントの人に出されたお茶をここで飲むんですね。そして二人は、動画をスクリーンの上で一緒に見ることになります。で、この動画を皆さん、これから一緒に見てください。もちろん皆さんそのマスクをしていないので、これがビフォーコロナということはすぐわかるということですね。というふうな形でですね、この来訪をかいつまんだ形で皆さんに今お見せしたんですけども、ここで少し立ち止まって来訪ビジットから読み取れることについて話をしたいと思います。まず最初の非常に早い段階でですね、音に皆さん気づかれたでしょうか。カラスの鳴き声で、カラスの鳴き声とともに他に何も聞こえない。それでいて非常に静けさを破るような形でノックの音が聞こえる。清涼感、高揚感の中に一つのなんていうんですか、侵入者が外から入ってくるというふうな、不安感を募らせています。ジャンルで言えば、最初のこれが、例えばどういうふうな話かを知らない人が映画を見始めたら、それがスリラーであるとか、ホラーであるとか、そういうふうなものを想起させるような音響効果を使っています。そして、その後、皆さんがマスクで覆われた顔で登場します。つまり、表情が半分しか見えない。目しか見えない。どういうふうな意識があるかわからない。同時に身体の接触がない。通常だったら握手をするところをそうではなくて手を引いて中に入ってくれ。距離を取るわけですね。で、そこでこういうふうな身体感覚の中でどういった感覚が生まれるのか。我々はそういうところでいつの間にか共感、あるいはアフェクトを受けているわけですね。で、アシスタントの女性の方がニンチンということで、普通でしたらお茶を運んでくるところがピュレルの除菌ジェルが出される。これが非常にコメディタッチではあるんですが、こういうふうな事態だということが、重なれるように我々の中にインフォメーションとして入ってくると。で、その後、客が洗面所に行く。で、そこで、起こることが、色の復活が起こると。ブラック&ホワイトで撮っていたものが一瞬にしてカラーになる。それもそこに映されている対象は一輪挿しの花であると。で、同時に音のクオリティが変わってくる。
ピアノの音。これはダイジェティックといって、その映像内の空間のどこから入ってくるかわからない。全然関係ないところから入れてる音なんですけれども、このピアノの音が入ってくる。それにはそれなりの意味があるわけで、どういうふうな感情を我々がここで得てくるか。で、同時に監督、ジャジャンカーは窓から、自分たちがいた部屋の窓から、外を眺めています。で、外の風景は青い空が見えて、緑の木々が見えて、で、そこで鳥の音が聞こえてくる。しかし、映像的に非常に面白いのは、映像の中間の下に黒いラインがあります。それは、窓の枠だということは、我々想像はするんですけども、わざとそれを入れている。つまり、完全な、その田園風の映像ではなくて、そこには不安の黒のラインがそこには残されているというような映像構成をしています。で、その後に二人が死者を見るというシーンになるんですけども、お茶を飲んでいます。で、ここ、本当は映像で見せたかったんですけども、お茶を飲むときに、ゲストも、監督もマスクを取る。そして、どう見ても温かいと思われるお茶を口に持っていって飲む。そこで我々が想起するのは五感の再現、味、匂い、そして温度が我々見てる側に生まれてくるわけですね。そういうふうな工夫をしている。そして最後に、ここが非常にですね、映像のポエティクスみたいなものを、重視しているものだなということを感じさせるんですけども、揺れる人々。で、3密どころか非常に高密状態。もちろん、ビフォーコロナ。で、しかし人々、子供たちや大人の人たちの表情を見ると、何かに見とれている。それは、恐怖、パニックではなくて、何かに見とれているというふうな、そういうふうな、意識が我々には伝わるんですね。こういうふうな信号、こういうふうな要素をどのように解釈するか。それが我々観客に与えられた可能性だと思うんですね。というふうな形で映像を読み取るということができると思います。それではですね、第2番目の例として、岩井俊二監督が、8日で死んだ怪獣の12日の物語という作品を配信しました。で、これはですね、通常その映画を作っている人は、映画をまず劇場に持っていくことがまずあって、それを配信していく。例えば、ネットフリックスでオンディマンドで見れるようになるとか、あるいはテレビで、名画劇場で見れるようになるとか、そういうような形で、劇場ありき、それが配信に落ちていくというふうなヒエラルキーの中で、今までっての映像っていうのが流れて、市場に流れていったんですけれども、それが全く逆、配信から劇場へ行くというようなパターンなんですね。で、これが完全に新しくって、何ですか、新しく発見されたやり方ではないんですけども、これはもう如実に出ているケースということなんですね。まず、この8日で死んだ怪獣の12日の物語は、今年5月20日にYouTube にアップロードされました。で、毎日インストールするような形で、12日間の間、その短いピースがアップロードされ、その後に監督がエディティングをし、そしてそれを7月31日に劇場公開を始めると。で、また、その後に、劇場公開だけで終わらさないで、劇場公開用に作った映画を、また、ネットの方に戻して皆さんが見られるようにするというような、ネットと劇場との間を回っていくような、そういうふうな配信の仕方をされました。で、ここではですね、まず第1話、ネット上に最初に上げられたものの一部を見せて、その後にですね、映画の予告を見せます。映画は88分と長いので、予告がどういうふうに、つまり、ネットで作られた、自撮りで撮っている映像が、映画になるときにどういうふうに膨らまされているかっていうのが見えるようなパターンとして2つ、続けて、お見せすることにします。これが、ネット上に公開された12インストールメントのまず最初の部分です。皆さんこんにちは。お元気ですか？
コロナが世界で猛威を振るっています。今この瞬間も最前線でたくさんのヒーローたちが戦ってくれています。そんなヒーローたちには感謝しかありません。僕たち一人一人もきっとヒーローになれます。そしてみんなで助け合ってこの怪獣を倒していきましょう。ということで、私は先日通販サイトでカプセル怪獣というのを見つけたので購入してみました。開けたいと思います。なんか僕たちの代わりにコロナと戦ってくれるそうです。ちっちゃ。卵ですか。ということでですね、こういうふうなその怪獣の一番最初のところをこれで見せているんですね。で、これは役者の斎藤工さんがご自身で自分の家で撮っているということが、後でいろいろインタビューとか読んでるとわかるんですけども、そこには他の人は誰もいません。で、こちらの方がですね、映画劇場版のトレーラーです。音を消します。というような形でズームをここで使っているわけですね。で、全ての人がリモートで自分たちを撮っているというような映像の積み重ねです。ということで、こういうふうな形で劇場版が生まれました。で、この8日12日の新しさについて皆さんと考えていきたいと思うんですけども、まずこれはですね、SNS のリレー動画が素材になってできている映像なんですね。で、その撮影に関してはリモートで制作されています。出演者自身による撮影ということで、全ての人が自分自身を撮っていると。それがセルフォンの場合もあれば、もう少しエラボレートされているようなカメラの場合もあると思うんですけども、ということです。で、ここで最初のエピソードに出ていた斎藤工さんが自分自身で言ってることなんです。これインタビューで言われてる言葉なんですけども、自分の生業としているもので対峙するという一つの形。対峙というのはコロナに対して対峙するということですけども、自分は役者だと。で、役者でコロナにどうやって対峙できるのか。でも、そういう一つのやり方だっていうことを、監督と一緒に、岩井監督と一緒にできるということを気がついたことに非常に意義があったというようなことをおっしゃってるんですね。で、例えば私も今、コロナ禍の映画について話をしてるんですけども、研究者として、自分の生りとして、コロナに対するってどういうことができる、私にとってはこれしかないかなというような、同じところのその共感が生まれてくる。それは研究者と役者だけじゃなくて、皆さんもそういうような形で共感が生まれるようなパターンを作っているというふうに考えることができると思います。で、あと岩井監督がインタビューで言ってるんですけども、映画はどんなに早くてもスタートから1年はかかるので、こんなあっという間にできたのはかつて経験がないとおっしゃってます。つまりスピード感ということで、今求められている映画、そして今作る映画のスピード感は非常にもともと考えられているシネマの映画とは大きく違うという、一つの特徴があります。で、これがどういうふうに動いていったかというと、先ほども簡単に言いましたけども、配信5月20日、劇場7月31日公開、そしてオンライン上映へ戻るのが、劇場版が戻るのが8月7日というふうなスピードで動いています。もう一つこれ非常に特徴的なんですけども、この作品に関しては、興行収入のうちの制作側の収入すべてを劇場に還元するということを、初めから打ち出してるんですね。つまり、ミニシアター支援を我々はすると。つまり、劇場、もちろん一時期入れないということもありましたけども、中に入れるソフトがないと。そうするとお客さん呼べない。どういうふうにサステインしていけるのか。そのためのミニシアター支援をこれでやるという話をしています。同時にお金だけが支援の劇場支援とは言えず、劇場にかかるものが必要だと。現場が止まっている今の状態で自粛期間からソフトが生まれた。これ自体ももう一つのその支援の仕方というふうな形で、多角的なその劇場支援ですが、社会に貢献。こういうふうなコンセプトが現れています。でも最後にもう一つ
講師の境界について非常に曖昧になっている。つまり例えば斎藤工さんの空間、私は斎藤工さんのファンでないんですけども例えば彼がどういう洋服を着てるかとか、どういうふうな部屋に住んでるとか、例えばどんなものでお水を飲んでるかとか、そういったことが見えるわけですね。それはすごいプライベートな空間なものなんですけども、それがこういうふうな形、オンラインの非常にハードルを超えて空間、境界を分かれていくっていうふうな、そういうふうなことも一つの大きな特徴として読み取れるんではないかと思います。それではもう一つの例なんですけども、これはですね、2017年カメ止めで非常にブレイクしました上田慎一郎監督はですね、新しい作品をリモート、先ほど言ってた特徴の一つでリモートフィルムとして撮られた作品です。カメラを止めるな、リモート大作戦で、これがアップロードされたのが5月1日 YouTube 無料公開ということになっています。で、このリモート大作戦の方は26分と長いので、最初の、もう一番最初のところからクレジットタイトルが出るところまでを今から皆さんに見ていただきます。お疲れ様です。はあ、これで映ってんの？あれ映ってる？聞こえてる？映ってます。聞こえてますよ。少し下がった方がいいですね。えらい時代になったな。あ、お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆらさん、聞こえてる？はい、聞こえてます。すごい。今、家？はい、自宅です。奥さんとお嬢さんは？娘は今一人暮らしを。ああ、そうか、そうやったな。で、妻は今海外に。え、海外？今実は短期で語学留学中でして。え、大丈夫？連絡は取り合ってるんで、はい、大丈夫です。元気です。そうか。ほな、一人かいな。寂しいな。まあ。話っていうのは。はい。じゃあ、早速。実は、うちがネットテレビで番組やらせてもらえることになりまして、そのディレクターを日暮さんにお願いしたく。うまくいけばレギュラーかも。ありがとうございます。で、どういう番組名はな、実録珍犯罪ファイル。実際にあった珍しい犯罪をな、再現ドラマにしてお届けするっていう、そういう番組や。でも今は、いつまでですか？今月中。今月中？いや、今、撮影できる状況じゃないですよ。そこでや。リモートで作る。リモート？リモートです。そう。リモート。リモート。スタッフ、キャスト全員、一度も会わずに作ります。一度も会わず？いや、古澤さん、いや、一度も会わずにはちょっとね、古澤さん、ちょっとそれはちょっとね、やっていただけますか？ということなんですね。リモートっていうのを非常にハイライトした例として、ここで挙げてるんですけども、もちろん Zoom を使っていると。で、面白いのは上田慎一郎さんの場合は、もともとカメ止めの場合で、ワンテイクで
長い間撮ってその映画っていうのを作るって、すごい自分の制作に稼をかけてる人なので、リモートでやるっていうのももう一つの稼っていうことで、コロナ前もコロナ後も変わらず稼をかけるっていうその映画のスタイルっていうのが、私としては面白いと思うんですけど、作品としては非常に面白く出来上がってると思いました。で、リモートでの、つながりなんですけども、リモート映画祭というのもこのコロナ禍に現れました。で、それは皆さんご存知の松竹映画制作会社がこのリモート映画祭を発信してるんですけども、緊急事態宣言が今年4月16日から5月6日に出されました。で、その期間にですね、この話が出てくるんですけれども、在宅でリモート制作した短編映画を募集すると。で、ここがいろいろ考えさせられるところなんですけども、2020年、松竹は映画制作に携わって100年目を迎えていると。今年で100年になるんですね。松竹は1920年に、もともと歌舞伎の会社でしたけれども、映画制作賞を立ち上げるんですね。そのちょうど100年目になっていると。で、ここのそのリモート映画祭ではこういうような書き方してますね。この節目の年にもふさわしい、誰もがスマホで気軽に撮影できる現代ならではの映画祭ですというふうに書いてあるんですけども、ここで映画って何というふうな考え方をやっぱりその100年の中でこういうふうに変わってくるのかというのを考えさせるフレーズではあるんですね。このリモート映画祭っていうのは、それも松竹がこれを皆さんに打ち出しているっていうのは、分析していこうというのは非常に面白い提案だというふうに考えられます。で、募集の期間は5月の11日から7月31日でした。ね、この賞品なんですけども、グランプリが賞金30万円。そして、ここの副賞の方が肝なんですが、プロデューサーと共に次回作を共同開発する権利、あるいは松竹配給作品の宣伝動画を共同開発する権利を、グランプリに選ばれた人には渡す。言ってみれば、お互いをするための能力、人材発掘の映画祭というふうに見ることもできます。で、この中でですね、私もいくつか見せていただいたんですけども、非常に面白いと思う作品もいくつかあるんですね。その注目作として、私この Just Be Alive という作品を見つけました。で、監督は梅本浩一さんという方なんですが、非常にシネマティックな要素を、もちろん、すごく安価な、材料で作ってるんですけども、そこを、そのギャップみたいなところでも、もともと映画の中に使われている美学みたいなものを残しながら、すごくうまく作っているなという作品です。で、Just Be Alive、ただ生きてるというような、感じの話なんです。これも、最初の部分と、最後の部分を、クリップをお見せするんですけども、大体のストーリーとしましてはね、非常にもともと短い3分ぐらいの短い作品なんですが、新型コロナ感染症の世界的な蔓延から、月日が流れて、何年か先なんですけども、多くの人が亡くなると。で、家族の中の人員がなくなっていく、そういうふうな状況下で、親は働いて収入を得ないといけない。お母さんが働きに出てる。子供は家で待っている。で、いつ帰ってくるかなかなかわからないようなお母さんを待ってる子供の話なんですね。でもただそこでお父さんの存在というのが非常に面白い形で描かれています。で、最後にこれ、落としどころになってしまうんですけれども、実はお父さんがいると思っていたら、それはAI で作られたホログラムだったっていうような、そういう短編です。まず最初のところを見ていただきます。おし、できた。また同じだ。点100点、時間1分、トライ回数0。次、挑戦レベル。今日熱なかった？だから言ったじゃん、36.2。今2年生のやったんでしょ？そして引き続き最後の部分、エンディングの部分を見ていただきます。
というふうにですね、ママ帰ってきたよ彼の持ってるスマートフォンが、最後のメッセージになる。お父さんいなくなっちゃってるという状態ですね。で、この梅本監督の場合、Just Be Alive 制作に使用した道具というのは、ここで彼自身がオンラインに上げているんですけども、キヤノンのデジタル一眼レフカメラで、これ11万ぐらいのカメラですね。で、もう一つはマイクロフォン、ロードビデオミックなんだかな、コンデンサーマイクですね。それとあと Adobe のエディティングのソフトウェア、この3つを使ったと言っています。で、彼の自身のインタビューの中でですね、僕が使った機材やソフトは少しお金を貯めれば誰でも Amazon で買って使える。道具自体は誰でも扱えるからこそ、プロにしかできない人間の営みを描いた作品が作れるようになりたい。で、最後に、ここが私の意識を引いたラインなんですけども、暮らしの中にある映画を待ちながら。で、ここで映画っていうのは、コーテーションマークがついてるんですね。つまり、以前の映画と今の映画違う。でも、そういうふうな暮らしの中にある映画を自分は待ってる。作りたい。待ってる。というふうな言い方をしています。で、時間が短くなってきたので、これ最後の例なんですけども、これは在宅でリモート制作をされた傑作ズーム編ということで、私皆さんにご紹介したいんですけども、これはできたら短い1分4秒の作品なので、皆さんに全体を見せたいと思います。で、タイトルはズーム東京物語東京ストーリーということで、作られたのは森翔太さんといって、通常はウェブ CM 等の映像作家、脚本家、俳優をされていらっしゃる方です。じゃあこれ最初から見せるようにします。忙しかったんじゃなかったんか？いいえ、何ですか、ごたごたしておりまして、気がつきましたらもう時間がいっぱいで。そう、わざわざ今日来てくれんでもしばらくおるんじゃもん。やっぱり前の会社にお勤めか？はあ、私お母さんの気持ち考えたらとても悲しゅうなったわ。他人同士でもっと温かいわ。親子ってそんなもんじゃないと思う。そうね。でもみんなそうなってくんじゃないかしら。だんだんそうなるのよ。じゃあお姉さんも？泣いたかないけど。これ森監督自身なんですね。いやね、世の中ってそう嫌なことばっかり。ということで、すごく短い作品が終わります。で、これまとめとして、今まで見た6作の例をベースにしましてですね、どういうふうなことがコロナが生み出した映像から何が見えてくるのかということをまとめたいと思います。で、最後にはですね、皆さんチャットのとかそういうところでコメントとかクエスチョン来ると思いますけども、最初に投げかけた質問を考えていただければ、これに引き続き考えていただければと思いますけれども、どういうものが見えてきたのだろうか。まずジャジャン・カーの映画ので話をしましたけど、五感の再現というのも非常にフラットな映像ではありますけども、その中からその再現をするというところに意識立ち飲まされる、考えさせる、感じさせる、そういうところを強調している、そういう要素が出ている。あと配信と劇場との境界問題、これが今までのようなハイラルキーの中では構成されていない。そしてミニシアター支援というのが岩井監督の作品で前面に押し出されているんですけども、社会への還元あるいは貢献といった意識が非常に強く映像とともにパラテキストとしてですね出てくるような現実があるわけですね。でもそれは単にコロナ禍ということではなくて、東日本大震災の後もたくさんの映像にこういうふうな映像と社会の貢献、映像と社会への還元というふうな、そういうふうな三位一体的なですねつながりっていうのは非常に強く打ち出されています。
で、先ほど言いましたけど、スピード感。それはまあもちろんデジタル制作、シューティング、そしてエディティング、で、サーキュレーションも、まあ以前のような時間が、まあ35ミリとか、16ミリとか使ってる時代に比べれば全然速くなるわけですけれども、スピード感の違いというのは大きな要素だと思います。で、講師の境界問題、プライベートと、まあパブリックのこのバウンダリーが非常に崩れる、あるいは壊すというふうな形が、まあ、ネットの世界とのインタラクティブな要素として一つの特性が生まれています。そして映画館で見る映画というふうなコンセプトは、まあ、だいぶ前からそれは崩れてはいるんですけれども、今先ほど言いましたけれども、象徴的な言葉としてですね、暮らしの中にある映画、これがまあどういうふうに求められるのか、これからまあ発展していくのか、そういったことをまあ考えさせられる。こういうことがまあ今私が選んだ6作の中からは見ることができるのではないかと思います。で、この後皆さんから送られた質問に答えていくんですけども、まあコロナ期、そしてその収束後、映画はどのように変わっていくんだろう。あるいは今我々どんな映像を求めてるんだろう。そういうようなことをこれからも続けて考えていく、皆さんにも考えていっていただければなと思って、まあ今日の講義一応終わらせていただきます。ありがとうございました。ちょっと今からどんどんアップデートしていく。そうですね。一つ、このコメントなんですけど、劇団ノーミーツで、私は実はその劇団ノーミーツの、何だったかな、だるい、上司とミーティングする時のっていう、そういう、ズームを使った映像も見せようかなと思ったんですけども、まあ、それはそれですごく面白い要素ではあります。で、ノーミーツの場合っていうのはそれだけじゃなくても結構作り続けてる。で、ノーミーツっていうのはあれですよね、3密なんだけど、だから見ることができない、会うことができないノーミーツという劇団で、これはまあどういうようなバックグラウンドがあって、どのぐらい長さがあるのか、ちょっと私もリサーチしてましたけど、コメントどうもありがとうございました。もう一つは、こういうコメントありますね。映画館にかけるものがないという視点では、世田谷美術館が作品のない展示室という取り組みをしたのが面白かったです。そうですか。これは作品のない展示室というのを実際に全く作品がないそういうふうな空間にされたのかな。私はそれは自分自身が知らなかったんですけど、調べてどういうふうなものが実際に展示されたのか見てみることにします。ありがとうございます。あと、コロナは物理的な距離を私たちに強いたけれども、不思議な連帯への意欲、方法そのものを一新するものをもたらしました。この映像の取り組みはそれを象徴している。そうか。距離感は生まれたけど、その連帯みたいなそういうふうなその意識が生まれた。確かにそうかもしれないですよね。どういうんだろう。連帯、そうですよね。物質的に、例えばスクリーンの中に、私なんかそのズームで授業をしたりするわけですけども、ものすごい数のその人々の顔が集まるんですよね。それ自体が一つのなんていうのかな、イメージとしては集約的な、それが連帯というか、一つのことを考えながらっていうところでは、イメージとしては出てくると思いますね。で、あとさっきのジャージャンカーンの最後の、海のように揺れる人々、それって、確かに面白い対象というふうに読み取ることができるんじゃないかなと思います。あとね、これで今ちょっと思い出したんですけども、最後の東京ストーリーのところで、東京ストーリーが作られた1950年代は、オズっていうのは非常におかしな映画の作り方をしたというふうに、当時日本では言われなかったんですけども、例えば古典的ハリウッド映画の場合は、役者というのはカメラが動いているとカメラをそのまま見てはいけないというふうなルールがあるんですね。で、それは
映画が起こってる空間内にその中のリアリティがあるべきなので、その役者がカメラを見るってことはオーディエンスに対してのなんていうんですか、一つの挑戦というふうになります。この中で生まれているハリウッド的なリアリティが崩れるというふうに言われているので、必ずそのカメラがあったとしてもないふりをするということが当然のようなルールだったんですけども、オズはそれを破っていたわけですね。まさしくカメラを見てたわけじゃないんですけど、カメラと本当に視線が合うような形でなんて切り返しのショットを作っていると。で、それが今、ズームの世界で我々が見ている、相手を見ているイメージと全く同じなので、古い新しいルールを破った今はそれが当然常識。つまり新しい映像になってるっていうふうな、こういうふうなバックエンドフォースっていうんですか、その面白さっていうのも私は東京ストーリー、ズームのやつで感じました。で、他にはですね、誰にも邪魔されないという映画館の場の大切さを逆に感じています。ありますよね。映画見るときに、他に何もないところで、90分とか2時間とか暗闇で映画を見ることの価値みたいなのも割と我々逆に感じることができる時期になっていると思います。確かにそうですね。日常生活を描いたドラマや映画は今後出演者がマスクをして登場することになるのかなと考えています。そうかもしれない。そうじゃないと、コロナ期、それこそ、これビフォーコロナっていうふうに、そうだね、思われてしまうので、そういうふうなドラマももちろん出てくるんじゃないのかなと思いますね。もちろんあれですよね、今、マスクもファッションの一部になってますから、そういうファッションも出てくるんじゃないかな。リモート映像が苦手で映像をほとんど見なくなりました。バストショットの単調さを喜べるのは、出演者と閲覧者、観客とは言いにくいの心理的距離感が伝えたいこととマッチしてたら成功するのかもしれません。その関係性がなかったら対価を払う価値がある表現なのかな。気にしない時代になってしまうのではないでしょうか。そうだね。リモート映像が苦手か。そうですよね。確かに、さっきから私言ってたんですけど、非常に映画的な美学を残しているとか、ポエティクスというような言い方をしたんですが、先ほどのジャージャンカの、来訪なんですが、これ、本当に通しで見せられないのが、残念なんですけども、実は非常に映画的なんですね。で、これは、どちらかというと、どういうんだろう、今風の映像の作り方ではないんですね。っていうのは、映像の中に層を作り出している。それは例えば音の入れ方なんですけども、音ってのはもともと映画を撮ってる時に簡単に入っているわけではなくって、後でも全部入れていくんですね。もちろん喋ってる時は同時録音しますけれども、そうすると音響というのは後から後付けしていって、そこに厚みを出したりとか意味を持たせたりとかするんですね。それをカチッとしている映像っていうのは、やっぱり映画的な、非常にリッチな、深みのある映像というふうに、映像研究者から見えるんですね。まさしくそういうのはリモート映像で単に携帯をバッと映すって、そういうようなこととはまたちょっと違ったものが出てると思います。こちらで感じられてるリモート映像が苦手っていうのは、やっぱりチープに見えたり、フラット、平面感が強いというふうなものがあるんじゃないかなと私も感じます。あと、一つぐらいに行きましょうかね。一つか二つで行きましょうかね。フィクションも込みのどんな世界がやってくるのかのファンタジーも期待しています。昔アトムやドラえもんが近未来として出てきたように、そして技術革新による違和感のない実写へも、そういうふうなファンタジーの世界が、今の時代っていうのは増えてくるんじゃないかな。そうだね。これからの映像でこういうものが増えてくるんじゃないかな。確かにそれ私考えてませんでしたけど、面白い指摘だと思います。ここ数年ミュージカル映画などの応援上映、声出しとか歌とか鳴り物かが映画の一つの進化系と思って楽しんでいます。ウィズコロナでは相性が悪いですが、オンライン応援上映の登場に期待しています。そうか。ミュージカル映画もこれから期待される映画なんじゃないかと。応援上映ね。なるほど。そうだね。声出し、歌、そうか。そういう形ね。確かに。ファンタジーとミュージカル、二つの、考えてなかったジャンルかもしれません。ありがとうございます。
リモート制作の作品では身体的な接触、手をつなぐ、ハグする、キスをするが表現できないんです。一方で画面越しのキスや昔の映画にあったガラス越しのキスのような表現が多くなるかもしれません。これにより直接的な表現よりも登場人物への感情移入が見る側によって求められることになる気がします。そうか。リモートだから接触っていうのが一つのなんか新しい形の接触。でもそれはすでに映画の中ではあったり、また会う日までとかにやってましたけども、そういうふうなガラス越しのキスなんてのも現れるんじゃないかな。確かにね。そうですね。ということで、他にも来ているようですけれども、時間に、そうなんですか。そうですか。そうですか。すいません。そしたら、私たち、もう一つですね。私たちがコロナ禍に置かれて、まだ半年程度。初めのうちこそ、こういったリモート制作などが、物珍しさも手伝って注目されていますが、この状況があと数年続いていくとしたら、この先の映画制作はどのように変わっていくと思われますか？すごい難しい質問だと思いますね。そうですね。この先、映画制作ですからね。何年も続いた場合、もう確かにね、どうなっていくんだろうな。一つの回答はないけど、どうなんだろう。私ね、一つね、これちょっと、直接の回答にはならないんですけども、よく、テレビというメディアを媒体にしてなんですが、コロナ禍で、これすごく日本では見られなくて、で、海外からのイメージではよくあるのは、その携帯を使ってですね、患者の方たちが、自分たちの状況とか、あるいは患者さんの状態とか、病院内とか、自分のそのパートナーがどういうふうに家の中で亡くなったかっていうのを見せて配信していくんですね。でそれが例えばイタリアから来ることもあれば、そのアメリカから来ることもあるんですね。それはもちろん、それは直に私に来てるわけではなくって、どこかでテレビ番組というような形で使われてるわけですが、そこに、その映像っていう市場の中に浮遊していると。だけどそういうのは日本では生まれないと。私それはもちろんそのプライバシーの問題で、非常にその日本の場合っていうのはメディアもそのもの自体がセルフセンサーシップを自分たちにかけてるわけですね。でそうすると逆に言えば、その実際にコロナにかかっている人たち、あるいはかかっている人、家族にいる人たちのイメージが出されない、あるいは車がかかっているとか声が変えられている、あたかもそれは見せてはいけないもの、患者は隠されなきゃいけない弱い人というような逆のメッセージが流れているような気もするんですね。でそれが果たしていいのかなって。今例えばコロナでいじめが起こっていたりとか、社会のディスクリミネーションが起こっていますけども、お前コロナだろうっていうふうに学校で言われないためにどうするのか、そう言わないようにっていうエデュケーションじゃなくって、コロナになった人がこんなに大変だったんだけど帰還してきましたっていうイメージが流れてもいいんじゃないですか。そういうふうなメディアの力って逆にあってもいいんじゃないですかというふうな気持ちはします。それが今の質問の答えにはなってませんけども、そういった形で我々が今まで持っていた、あるいはそのメディアが持っていた記載概念とかセルフセンサーシップそのもの自体が変わっていったりしなきゃいけないっていうふうなものが求められてくるんじゃないかなという意識があります。かな。そうです。ありますね。コロナ期、そして収束後、映画、映像はどのように変わっていくかの質問に対して、この方、がっつり答えてくれてますね。映画館とは真逆の邪魔が入る空間で見る映像作品は何度も見たくなる。あるいは何度も見ないと物語全体がわからないほどの情報量。複数者視点やサイドストーリー量産、物語分岐のようなことが今後の長編映像作品の肝と個人的には思っています。そうか。そうですよね。これってどうなのかな。例えばアニメの番組が、海外で例えばどんどん
公開されていく、ネットで公開されていく時っていうのは、ファンサブがついていきますよね。で、そのファンサブの付け方っていうのは、文化的な情報も、吹き出しの中にも入れていったりとかして、テキストそのものにすればものすごく情報量が多いテキストになっていくっていうふうなことがありますけども、それと同じような、現象が、ただ吹き出しが増えるだけではなくって、そういうふうなことも起こっていくんではないかなということですよね。何度も見たくなるような映像。そうかもしれない。だって、そうですよね。実際私、この今日の授業を作るために、今、選んだ作品というのは、何度も見てきたわけですね。で、当然、映画研究者なので、映画を研究するときは、何度も見ながら、それこそ100回とか、見たりしながら、で、それを分析していくんですけども、映像っていうのは、もともとすごくリッチなメディアなので、何回も見ることで新しい発見っていうのはもともと起こるんですね。で、それが、どういうんだろう、コロナ期の、どういうんだろう、映画館とは逆の方向で、使われてる、映像作品の場合っていうのは、それがまた違った形のリゾームみたいに情報論の広がりみたいなのが起こるのかなっていう感じは、確かにあります。ありがとう。これすごい面白い指摘だと思います。これから、継続してこういうことを考えていきたいと思います。いいです。はい。それでは時間1時間よりも少し短いんですけれども、今日はこれで終わらせていただきます。この今日の講義はオンラインで残っていくんですよね。で、その時には今日お見せしたそのクリップの部分もおそらく URL の情報だけを残してこちらで皆さんが飛んで見ていけるような形にすると思います。だからそのクリップそのもの自体がそこに残るというふうにはならないかもしれませんけれども、どちらにしても全体をご自身で見るようなことができるような工夫をしましてですね、残していきますので、ぜひお友達、今日見てらっしゃらない方にもご紹介して、このことを考え続けてください。今日は本当に立ち止まって考えるお付き合いくださいましてありがとうございました。